はい、こんにちは、堀口教授です。今回は USC317 の感想をちょっと話してみたいと思います。ちょうど今、イベントが終わってすぐに、動画を回させていただいてるんですが、ぜひ感想を聞きたいなと思って。なんかちょっとフライ級もね、すごい盛り上がってきてるよね。ジョシュ・バンとロイバルの試合もそうだしさ、はい、フライ級盛り上がってきたなっていう感じが。ジョージさんはすごく、いやそれクールじゃないからあんまり話したくないって言うと思ったんですけど、ご自身もまだ試合されてないっていうことで、せっかく UFC に参戦して、これからこういう UFC の試合の感想とかもファンの方は聞きたいと思うんで、ぜひ私はファン目線でちょっとわがままで撮らせていただけたらなと思ってます。はい、ご自身の階級のフライ級の試合をメインにもちろん聞いていきたいんですけれども、まずはロイバル選手とジョシュア・バーン選手、こちらの試合はどうでしたか、ご覧になって。すごいやり合いで面白かったよね。もうちょっとロイバルが長いリーチ手足使って距離取って戦うかなと思ったら、なんかすごい打ち合ってたよね。なんていうの、もうちょっとこう距離を取って戦えばいいのになとは思ったかな、俺は。ね、試合的にはすごいやり合いの試合ですごいいい試合だったかなっていう感じかな。ロイバル選手はじゃあちょっと予想した戦い方と違いましたか？もうちょっと俺組んでいくかなと思ったんだけどね。ジョシュア・バンがやっぱりボクシングスタイルだから、もうちょっと組で作っていくのかなと思ったら、ずーっと打撃の応酬だったなって感じかな、2人とも。なんで打撃戦したのかなっていうので、なんかちょっと思うところありました？もともと自分からそこまでタックルとか行く選手ではないけど、対相手って考えた時に、相手はもう本当にボクシングスタイルのたまに蹴るぐらいの選手だから、もうちょっと組みに行けばいいんじゃないかなとは思ったけど、打撃でやり合ってたなっていう感じ。ジョシュア選手はどうでしたか？いや、本当にずっとボクシングしてて、たまに蹴りも出したりして、なんかね、3週間前に試合やって、ですぐこの試合だったの。だからすごいなと思ったね。俺もそういうペースでね、怪我なければやりたいなとは思ったけどね。3週間でも。でもね、どうなんですか、そのファイターにとって。怪我さえなければ全然いいでしょ。50、60までできるわけじゃないから、今のうちだけだから、怪我なければ、どんどん試合やりたいなって感じかな。今回ジョシュア選手が勝利して、でパントージャとね、タイトルマッチ、すごい面白い試合になるんじゃない？どのような展開を予想されますか？ジョシュア・バーンはもうずっと打撃打ってタックルのディフェンスしてっていう展開しかもうできないと思うから、もちろんそのスキルアップもしてくると思うけど、パントージャに向けて。でもいつも通りパントージャが打撃蹴り混ぜてタックル取って、そこのやり合いになるんじゃない？タックルが取れるか取れないか、打撃をもらっちゃうのかとか、そこのやり合いになると思う。これはあくまで日本名ファンの方の意見としてちょっと質問させていただくんですけど、仮に、ジョシュアと堀口教授戦ったら、大丈夫かみたいなコメントが結構あったんですね。それを聞いてちょっと教授さんどう思いますか？やっぱ誰とでもやるときは危ない時もあるし、そこさえ防げばっていう感じかな、俺は。っていうかみんなそうなんだよ。みんな自分のいいとこが出れば勝てるとか、そういうことだから、どの選手とやってもね、 UFC トップどころでやったら、そりゃね、何かしらのミスをすれば負ける、どちらか負けるっていう試合だから、そういう世界に行ってるわけだから、だから面白いんじゃん。別にそれで盛り上がってくれればいいかなと思うかな、俺は。やばいんじゃないか、いやいけるっしょっていう人もいるし、だからそれでいいんじゃない？個人的に言うならどんな感じですか？いや、いけるに決まってるでしょ。では続きまして、パントージャ選手とカイカラ・フランス選手、こちらいかがでしたか？そうだね、いつも通り1ラウンド目からパントージャ飛ばしていって、あそこでバックからのチョーク取れなくて、ちょっと力使いすぎたんじゃないかなと俺は思ったかな。2ラウンド目がちょっと失速したっていうか、なんか動き悪くなったなと思って、体力的にちょっと使いすぎたんだな1ラウンド目っていう感じだったかな、見え方的に。何かもらって聞いてたとかなく、ちょっとこうペースダウンしてるかなっていう感じだったってことですよね。多分1ラウンド目も仕留めようと思ってたから、そこでもうありったけの力を使ったと思うから、それでちょっと疲れたのかなっていう感じだった。でもカイカラはうまくその
パントージャの打撃にこう合わせようとしてたけど、全然合わせられなくて、そのまま全部タックル取られちゃってたよね。テイクダウン取られちゃってたな。蓋を開けてみたらね、全然レベルが違うかなとは思ったけど、でもやっぱ同じね体重同士人間なんでね、一発が怖かったかなっていう感じかな。ちょっと大丈夫かって、2ラウンド目とか大丈夫かちょっと疲れたかみたいな。回からもそこまで自分から攻められるってほどのテイクダウンに恐怖心があったかなっていう。だから相手もこうバンバン出てこれなかったっていうかっていう感じだったかな、俺の見え方的にはね。改めて、今日の試合見てどうですか、パントージャ選手。やっぱ強いよね。自分でちょっとこう体力使いすぎたなと思ったら2ラウンド目ちょっと休んで、で3ラウンド目でまだ回復はしきってないだろうけど、仕留められる。やっぱそこは強いんじゃないかなと思うな。試合の前からもパントージャがまた教授のこと待ってるみたいなコメントを言ってくださったりとかしてましたよね。それはありがたいけど、やっぱり俺はまだね1試合もやってなくて、成績を残して結果を残してね、その舞台にそこに立てるようにしなきゃなんないから、もちろん言ってくれることはありがたいし、でもしっかりと一歩一歩駆け上がっていきたいなと思ってるかな、俺は。本当に教授さんはね、そう思ってるっていうのをもうファンの方もよくご存知だと思うんですけど、ちょっとこれ教授本当に大丈夫かっていう、こちらもすごく多かったんですね。でもだから楽しいんじゃん。俺のね集大成を出す時だからね。もうまず最後の挑戦になるんじゃないかなと思うんでね、 UFC で戦うっていうことを、 UFC のベルトを目指すっていうことに対して、これが最初で本当に最後のね挑戦なんじゃないかなと俺は思ってるかな。欠場して1試合もしてなくて目指しますっていうのもおかしいじゃん。目標はそこだけど、しっかりと自分のね実力を出してどんどん証明していきたいなって感じかな。それが俺の仕事だからね、証明することが、それが格闘家の仕事だから、もう口じゃないから。俺はそうやってねみんなに見せてきたし、これからもそうでありたいから。っていうか逆に俺そう言われた方が楽しくなっちゃうけどね。なんかダリオン・コールド戦とかさ、結構負けるって言われてたけど、なんかおう見てろよみたいな、なんか逆に俺そっちの方が力出るかもしれないな。はい、ではせっかくなのでね、ぜひこちらも聞きたいんですが、トプリア選手とオリベイラ選手の試合はどうでしたか。多分オリベイラ的にはねテイクダウンも取れたけど、一番多分やられたくないことをやっちゃったんじゃないかなと思う。もうちょっと長い距離で戦えばよかったんじゃないかなと思ったんだけどね。トプリアがこう前ってくるから、で最後このジャブかストレートに対してこうパリングして、そのままストレート打ったのが思いっきり入って、もうそれで KO で、その後フックかなんか入れて、でダウンだっけ。ちょっと距離が近かったかなって、オリベイラ側からすると。もうちょっとうまく足使って、やっぱトプリアはああいうインサイドボクシングがすごい上手いから、遠い間合いからいろいろ試していった方がいいんじゃないかなとは思ったし、トプリアからしたらあれがねやっぱ一番武器だから、うまくこう罠にはめたなっていう感じかな。もうね UFC のやっぱトップどころになるとね、どんな場面でも一流だからさ、なかなかうまくはいかないよね。教授さんも UFC を見てて、自分の階級以外の選手見てもやっぱすごい学ぶこととか吸収できることたくさんありますか。その新しくね出てきてる技術だったりとかもすぐ吸収するし、マイクとかもそういうの見て教えてくれたりするし、試合で出してることっていうのがね最先端だから、そこまで技術を使わない選手いても強い選手もいるけど、もちろん技術があった方がいいからね、毎回学んでるかな。トプリア選手の戦いっていうのは、いやすごいよ。やっぱりあれで17戦ね17勝0敗だからね。いやすごいよねマジで。2つベルト巻いてるからね。わかりました、ありがとうございます。じゃあもうこっちは1時なんで、1時半なんでもう寝ます。はい、じゃあ、またねー。ちょっと待って、 UFC に参戦して、これからこういう UFC 関連の動画もぜひ撮っていきたいと思いますので、皆さんに楽しみにしていただければなと思います。はい。怪我の具合はどうですか。怪我はもう本当にもうちょっとだけかな。じゃあ練習はかなりできてきてるんですか。
もうほぼできる。わかりました。ご自身の試合もとにかく楽しみに楽しみにしててください。じゃあまたねー。